ウィスカーウッド。貴重な資源を惜しみなく使い無意味に高いエレベーターを建設した我らがネッツ。トンネル工事プロジェクトついでにキノコ栽培も開始。さあツルハシを振り下ろせ、山を貫通させるのだとその前に、開発者さんの尽力によりネズミの世界が改善。今回からバージョン 0.6.164 でお送りいたします。なんとすべての倉庫の容量が約 60% 増加。前回中型倉庫の設計図もらって、今回建て替えを計画してたのに、建て替えするまでもなく今のままでこと足りちゃうぜ。まあ収納足りなくなったら建てよっと。他にも色々変わって UI サイズを大きくすると、学校でウィンドウが見切れてたのが修正されたのが良き。こっそり UI サイズ変えてたのに気づいた君は、洞察力抜群、名探偵の素質があるぞ。階層表示の方法も改善されて、うろ覚えだけどシフトマウスのスクロールで OK に。どの階層かの値も出てるな。まあ私は見たい階層にカーソルを合わせて Z で表示するのであまり使わず。操作は慣れ。で階層表示の下に汚染濃度の表示も追加。ネズミは汚染計測装置を手に入れた。数値で表されても困るけど、色がオレンジのところは汚染がひどそう。とりあえず今までわからなかった汚染範囲が視覚化できたのはありがたいぜ。人口表示のツールチップに家の数と、所属と技能が表示されるようになりました。お前よく建て替えの時に壊しすぎて野宿させてたよな。ここで確認すれば野宿被害者が減るぜ。治療中一人寝してた子が餓死しなくなったとか色々細かい修正もされたみたい。ネズミの世界は日々進化を続ける。それでは開発再開、採掘が進んだから採掘現場の再設置をするぞー。結構な勢いで掘り進んでるぜ。採掘キャンプ近くに投入口で効率も重視。なおコンベアーミスってる。気づいた君は名探偵だ。こらー、あんたら、格納先がないって目の前にあるでしょ。コンベアーの先が詰まってるとかか？それでは倉庫確認って全然空いてるじゃん。投入口の設定は、石のみ OK だ。問題なさそうだがなぜ？とりあえず真横に収納作ってみた。さあ気になるネズミの動きは？微動だせず。これはまさかのストライキ。キャンプの石炭が溢れてるからなんだろうけどなんで運んでくれないんだろ。コンベアーの先の倉庫は石専用にしたいけど、動作確認のために鉱物も許可しましょ。さっそうと運び込み採掘に向かったぜ。動き出したのはいいんだけど私は鉱物は別の倉庫に運んでほしいんだよ。そしてキャンプをいじくり回し輸送の項目を中止。格納庫、複数設定できるやないかーい。だが輸送設定を一つでもすると、他の倉庫を使わなくなる仕様だったというわな。空きがない時は自分で考えて適当な倉庫に運びなさいよ。なおこの時は気づいていないが、輸送の設定はキャンプを移設しても残る。いずれこのキャンプを遠くに移設した時、彼らはここまで投入しに来ることになるだろう。こんなのコナン君じゃなきゃ見逃しちゃうよ。おい。そんなトラブルを解決して、キノコ農園の拡張設定をしてたら1日が終了。採掘の重労働と倉庫飯の不満は多いが、賛同もプラスで順調な模様。おはようございます。今日は皆さんに大事なお知らせがあります。全員職場割り当て解除して、最適な場所に人事異動だー。中の人がめんどくさくて怠けていたが、ついにやる気を出して真面目にネズミの配置をした。匂いフェチのスカーレットよ、貴様は今日から溶鉱炉の担当だ。ひでえ二つな。なんと匂いに鈍感な彼女は、汚染を浴びても賛同が減らないのだ。見合った適正の職場にようこそ。さあみんな、新しい職場に出勤だよー。得意な技能を発揮して、島の発展に貢献だ。人事異動の際に個性強めなネズミには、二つ名とかをつけときました。ほうほう、どんな奴がいるんだ？応答派の密偵、こいつは厄介なので名前自体を密偵にしてやったよ。村人から密偵さんと呼ばれる密偵。お前は主の像でも見ながら回し車を回し続けるがいい。王を侮辱すると切れる応答派、邪魔にならないよう一人回し車を回す系となった。ポンプの回し車を見てたら前に噴水をもらったのを思い出したので牽制越。水道管をつなげば水が出るのか。接続面倒で高く設置しちゃったけどこれでいいのかな？わからん。密輸船が来たのに渡す切り石が少ない。石切り工、残業だー。船は夜まで待ってくれねえのに残業させる鬼総督。私の黄金のために働け。そうそう密偵以外の応答派は植林島に隔離しました。いびきが郊外のヤンもこの島に隔離。仕事もできる頑張り屋だけど、いびきだけはうるさいいいネズミ。ヤン、お前いびきうるさいってよ。一人海の上に住んでください。お前のいびきで賛同下がるんだわ。いろいろ渡して黄金6本ゲット。切り石少なくてもしっかり横領。2000近く渡して徴税人にお帰りいただきました。飯時なのにネズミの食事をギリギリまで差し出す下道。
てなわけで大人事異動したけど、察して効率変わらんかったわ。まあ引っ越しとかもあっただろうし今後に期待で。大匂いに鈍感の農夫、これは燻製作りにうってつけの逸材。まとめて5匹ゲット。続いてお楽しみの補給ガチャタイム。設計図を狙いガチャを回す緊張の一瞬。吉田木出し所の設計図だ。のいちご2と燃料1と水でスープ5杯か。贅沢は敵だ。ネズミはその辺の魚でも食っとれー。ひでえ。では新入りが入ったので石造りの家を、建てまし。海賊に渡したから切り石がねえよ。残業させてるから OK。残業でゴリ押しする悪い上司。干拓した土地の凹みが気に入らないので埋め立てを開始。なおこの土地の使い道は考えてない。まあ採掘で出た過剰な石の処理にはなるよ。倉庫は近いから効率は良さそうだ。トンネル工事はキャンプを移設して地道に継続中。このキノコのコンベアーを有用して石も流して効率化を図っております。倉庫の隣は残業の石切り工。やーん、家できたよー。しっかりロックして家を固定、いびきがうるさいだけなのでそれなりの好待遇だぜ。動きに定評のある FE は一匹狼、彼女にも一軒家をご用意。FE は甲府ギルド所属で運搬料プラス1で食料消費もプラス1。今日はキノコを食べたみたいだね。キノコ食って生産効率 5% アップ、いいもの食わせればもっと効率上がりそうだな。贅沢は許さん、魚を食え魚を。キノコやら燻製も作れるようにはなったが、結局は簡単に取れる魚が楽なんだよな。ぶっちゃけ農業とか全部放棄して、漁業と石切りだけでいいと思うよ。燃料ねえと冬凍えんぞ。これは下り。翌日 FE の家の隣に銅工房を建設開始。ここでは銅の延べ棒を使い、街灯とか作るのに効率が上がるハサミが作れるぜ。ハサミより銅の方が重要な気も。YouTuber は新しいことやらないと怒られるから文句言わず作れ。先生、石切り工どもに熟練の職人技の伝授をお願いします。石切り工の空いてる席を埋めるためセミナー開始。収納を壊し渡り廊下を作って運搬効率アップ。細かい修正入りまーす。おらー、今日も残業だー。熟練工、早く来てくれー。トンネル工事がだいぶ進み、あと少しで開通しそう。階層表示で見ると、こっちの採掘現場とも距離結構近いぜ。じゃこっちも繋いで通路にしましょ。通路があれば追加工事でコンベアー欲しくなった時に便利だしな。ちと思うことあり補給線の荷上げを拒否。費用節約、でもにゃんことの有効度ダウン。まあ節約しなくても総資産1万超えてたりするけどね。その黄金、石切り工の涙でできてます。てなわけで有効度が不満にまで下がった一日でした。砲弾撃ち込まれても知らんぞ。本日は炊き出し所を作るか検討するため、のいちごの生産状況を視察に行くぞ。思ったよりも生えてねえな、この程度の面積じゃたかが知れてるぜ。ネズミはその辺の魚でも食っとれー。結局そうなるんかい。水浴び場上にカフェ増築、釣りたての鮮度抜群の生の魚を貪るがいい。こら貴様、なぜ遠い搬入口を使っている？犯人はお前だ、指示出しミスっただけだろ。さあ声援。お詫びに農場目の前に搬入口を設置しました。指定配送は混乱の元だから、今後はやめた方がいいぜ。でも過去に設定した場所を修正するのはめんどいからやらぬ。おい。植林等の開拓要員を増員予定なので家を建てまーし。ヤンの家に近いけどそこならいびきは平気かな？伐採所を追加して伐採を加速、いずれは全て管理された植林地にするであります。残業今夜も残業。残業続きで風呂も入れずそろそろ体臭がやばくなってそう。徴税人が来たぞー。少々ずる賢い納税をしたのでご説明。左が今回の支払いで右が前回の支払い。125% の要求を上回る出荷をしたにもかかわらず、今回の方が費用が安く済んでおります。補給線の受け取りを拒否した結果だな。総納税額自体を抑えられれば、要求を上回る納税へのハードルがかなり下がるよ。その結果補給物資ガチャの枠が増え、機械部品や鉄の延べ棒なんかの物資ゲットのチャンスも増えるよ。補給線と徴税人との駆け引き、彼女はこの世界のルールの一つにやっと気づいた。それではお楽しみの、ダブル枠補給物資ガチャだー。さあ今回もいい設計図は引けるかな？ガチャ石は23個、ここはダブルで設計図を狙うぞー。ああ、せっかく魚の串焼きの設計図出たのに。私は2つ設計図を出したいの。また魚の串焼きの設計図、もうこれでいいにしとけよ。やだ、私は2つ出るまで回し続けるの。おバカ、もうガチャ石半分以上使ってるぞ。仕方ない、お母さんが怒るからこのストーブの設計図で我慢するよ。またうっかりお母さんしやがって、私はお前のお母さんじゃねえよ。残りの1枠は鈴鉱石にするか迷ったけど、使
使い道わからんので切り石と板にしてフィニッシュ。ゲットしたストーブはかがり火の上位互換。でも燃料消費増えるのかな？この時は気づいていないが、手動でブーストすることで燃料消費を増やし範囲を広げられるそんな機能のマシン。てなわけでガチャ大爆死のしょんぼりな一日でした。まあそんな日もあるさ。ガチャの恨み、許さんぞ、反抗的なネズミを増やしてやる。移民ガチャは当たり、今回は4匹仲間が増えた。石造りに、建て替え。残業石切り工の魂の一品がネズミたちの幸福の支え。補給船が来たぞー。帰れ。一物理不当で漁網の配布忘れに気づく。倉庫に放置されてた漁網がいっぱい。量産体制が整った切り石で道もアップグレード。地道な改善が移動効率を上げる。こんな感じになりそうろー。隣島との架け橋が整備され綺麗に、だがあいにくの豪雨で動画映えは減点。糸悲し。初日から残業だけど頑張ってね。先生の下で修行を積んだ熟練職人が合流。石切り工も輸送設定したままだったか。設定した取得元がからの場合奴らはこっそりサボっていた。一瞬映っていたが気づいた君はもう名探偵と言わざるを得ない。近くの倉庫にあるんだから取りに行け。まあそのうちここも空になるかな。今日も一日、お疲れしたー。水浴び場の上のカフェがオープン。もちろん店員はワンオペ。生魚掴んで食事したら匂うその手は下で洗え。ひでえ世界だ。まあ残業組は水浴びすら時間ないけどね。汚れた毛皮で参道も減っちまう。でも今日も残業ね。建設ラッシュで石需要爆上がりなんだわ。トンネルの中にライトを設置。そう動画を配信する者は細かいところで気を使わないとコメント欄で怒られるのだ。いい大人なので怒られたくありません。くさトンネル横穴、開通、よーし。ここにコンベアー通して石切り工まで石運んでやろうぜ。あいよ。でもそうなるとトンネル前石切り工が少し不便。まあいいか。適当だな。ついでだからこっちも掘り進んで十字路にするぞー。開発計画は特にない。ただ掘りたいだけだ。そして横穴コンベアー設置中にふと気づく。あれ？なんかあいつすごくね？あんたはしご使わんと、なんと器用な。こいつらはしごがなくても柱に捕まって上り下りできるのか。また一匹降りてきた。体重が軽いネズミ、意外と動ける生態であった。キノコが大豊作で収穫作業がてんやわんやだね。でも在庫は5個のみ、効率が良さそうには見えないな。栽培始まったばかりだししばらく様子見で。丸太と板の在庫が増えたので野ざらし保管、高さを上げると丸太をいっぱい倉庫から出せるよ。小細工入りまーす。密輸業者が出発するぞー。やべ待たせてたの忘れてた。いろいろ渡しても金地金5本かー。そうだ、ここに板があったじゃないか。小細工回収入りまーす。小細工するまでもなかった件でした。そして板をすべて売り金地金8本を手に入れた。へっへっへ、こいつを夜な夜な磨くのが人生の生きがいよ。やな生きがい。あれだけ豊作だったのにキノコの生産量は18個か。耕作面積を増やすか農家の増員が必要かな？農家の増員はしたいんだけど、良さげなネズミが来るかは運次第だからね。まあ気長に開拓してこうぜ。今回は技術者ギルドが多かったので、先生に見習い指導を依頼。これはまた石切り工が増える予感。一匹は釣り用だよ。トンネルが開通、ついでに地表の鉱物もよろ。もっと時間かかるかと思ったが意外とあっさり貫通したぜ。徴税人が来たぞ。今回も節税して丸太と魚と木綿で要求を上回る出荷に成功。こっそりとんがり島に最終担当を配置。通勤超大変な職場にようこそ。お楽しみの補給物資ガチャタイム。前回爆死で蜜蝋ないから慎重にな。お、SR、食堂が来たー。食堂の品質星4、これは絶対強いやつだ。もう一つは機械と鉄の延べ棒。この世界鉄道もあるらしいからきっといつか役に立つよ。まあ設計図手に入れるまでは倉庫の肥やしだな。肯定的な感情が1000オーバー。あまり気にしてなかったから前から超えてたかもしれん。今回の移民は3匹受け入れ。期待水準高くて外したが、基本教育済みの納付はありだったかもな。エレベーターに乗るネズミを見て和む。これもアプデで3人乗りから6人乗りに、さらに複数の隣接するエレベーターを利用するようパワーアップしたぜ。それなら普段使いにも便利かも。家に使うのも良さそうだ。では住民も増えたし家をもっと積み上げるぞー。エレベーターもあるし高層マンションも夢じゃないぜ。だがまだエレベーターはつけてやらーん。おい。片方はスペースあるけどもう片方に空きがなくて、左右対称にならないんだよ。謎のこだわり。
ふむふむ、だいぶこの辺りも平坦化が終わったようだ。これからは上の方の採掘もしよう。コンベアやらごちゃごちゃでもう意味がわからん。私の中の A 型も発狂寸前であります。季節も秋なので熱源の準備を、そういやストーブの範囲ってどんなもんよ。かがり火とストーブの違い、赤い範囲が一マス広がるだけ。それだけ？鳥間去年は職場で凍えてた釣り不当を優遇でストーブに。細かい違いは冬になってから、気になる方はチャンネル登録して待ってくれ。露骨な宣伝。石切港を、2軒増築じゃあ。多分これで7軒目、切石がこの島の主要産業。キリキリ働き私に黄金を差し出せー。多額の貯蔵があってもまだ金を求める、これには悪徳にゃんこも苦笑い。そういえば食堂設計図もらったんだった。会場レストランでこじゃれた感じにしてあげましょ。それはいいな。キノコ農場を視察、なかなか在庫が増えないね。こりゃ何らかの手こ入れが必要そうだ。じゃ農場追加で。労働力増強で様子見だ。そんな感じで1日終了。賛同のためにも食堂の完成が待ち遠しいぜ。残業今夜も残業。製材所や銅工房まで残業させとる。賛同が余るとこういう使い方に拍車がかかるぜ。海賊来たので燃料払い。そのうち燃料不足で泣くがそれはまた別の話。そうなの？銅工房を残業させて思い出す。旗織り工房にハサミ渡してなかったと。大丈夫か？長時間プレイで脳みそもうドロドロになってそう。ハサミ147も余っとるやないかーい。貴重な銅を無駄にハサミにしちまったな。お前らなんてこうじゃわい。解雇。なお銅鉱石は100個ほど在庫あるので、銅の延べ棒への加工を急がせたいね。汚染に強い炭鉱ギルドの移民お待ちしております。急ぐなら教育でギルド変更でもいいけどね。今日は補給線を追い返し有効度が減少。減税からの過剰納品を狙う。密輸業者が来たぞー。主に切り石で金5本ゲット。見習いの石切り工が追加で誕生。卒業おめでとう。会場食堂、本日オープンでーす。これ画面下の飲み物の部分見切れてんぞ。せっかくアプデで学校の見切れてるの直ったのに結局ダメじゃん。てなわけでまた UI 小さくなりますがご了承くださいませ。で食堂の方は完売御礼。貯蔵量は34だから島民の数に対して全然足りてないね。なおこの食堂をワンオペで切り盛りするのはマッハパンチの女王。彼は俊敏かつ反抗的、甲府ギルドで荷物も多く持てる、食品の搬入も楽々こなすみんなの兄貴的存在。食堂オープンで肯定的な感情が1100近くになりました。こうして地道ながらもネズミたちの島開発は続く。ではがっつり採掘して切り石で資産を増やし、新しい会場食堂もオープンしたところで今回はここまで。そういえば伝え忘れてたけど、アプデで行政税が1日あたり8減少や熱源の範囲が 10% 拡大。その分農場の作業範囲を 15% 縮小してたりと色々日々微調整してくれてるぜ。日々進化していくネズミたちの世界はどうなっていくのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。